こんにちは、ケイママです。今日はご視聴様からいただいたコメントについて2つお話ししたいと思います。1点目がマレーシアの医療について、2点目が日本とマレーシアどちらの方が住みやすいのかについてお話ししたいと思います。私のチャンネルではマレーシアの節約生活やマレーシア情報を発信しております。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。マレーシアの医療について3点お話ししたいと思います。1点目がマレーシアの病院について、どんな病院がマレーシアにはあるのか。2点目がマレーシアの医療費です。私がマレーシアに来た12年前と今での医療費の違い、会社での医療サポートなどもお話ししたいと思います。3点目は子供の医療費、日本とマレーシアの違い、そして我が家の子供たちの医療費についてお話ししたいと思います。まず、マレーシアの病院については、私立病院と公立の病院、クリニック、あとはスペシャリストクリニック、専門クリニックがあります。病院とクリニック、診療所の違いについてなんですが、病院とクリニックの違いに関しては、日本もそうだと思うんですけども、ベッド数っていうのも多分定義にはあると思うんですが、その他には、病院は専門的なケア、手術とか、深刻な状況になった時に行くところだと思うんですね。クリニック、診療所は、症状にもよると思うんですけれども、風邪とか軽度の怪我の際に行くところです。ベッドもありませんし、その場で治療をしてお薬をもらって帰るっていう、そういった場所になります。マレーシアでは、まず病院に行く前にクリニックに行きます。クリニックの先生に見ていただいて、で、クリニックの先生がもし、模擬病院に行ってくださいとか、この科に行ってちょっともうちょっと見てもらってくださいって言われる場合もあります。で、その時は、その指定された病院とか、おすすめの病院に行ったりします。次に、スペシャリストクリニックについてなんですが、専門の何々スペシャリスト、例えば、チャイルドスペシャリスト、小児科、スキンスペシャリスト、皮膚科、日本でも同じですね。病院に行かなくても、ショップロットとか、結構あります。スキンスペシャリスト、皮膚科は、以前私の手が食器洗剤ですごく荒れたことがあったんですね。で、その際にスキンスペシャリストに一度行ったことがあるんですが、その時クリーム2種類を処方されたと思うんですけど、結構お値段した記憶があります。さすがスペシャリスト。スペシャリスト価格でございます。でもね、すごく治りが早かったです。2点目のマレーシアの医療費についてなんですが、私がマレーシアに来た12年前と今とではもう全然値段が違うと思います。かなり高騰しています。8年前ぐらいから急激にガーンと医療費がもうみるみる上がっていると思います。すごい高いと思います。特にね、私立病院に関してはすごく高いと思います。サービスも気にされてますし、予約制なので、お医者さんがね、オペとかが、緊急のね、対応がない限りは、もう早くお医者さんに見ていただけます。で、公立病院は私立病院よりもかなり安いっていう風に聞いたことがあります。マレーシア人の方と、私のような外国籍の方とでは、やっぱりね、値段が異なるみたいです。公立病院に勤務する医人の医師にお話を伺ったことがあって、患者さんの数が多いっていうのと、本当にお医者さんも看護婦さんもすっごく忙しいっていう風に言ってました。結構待ち時間が長くなるそうです。マレーシアの医療費に関してなんですけど、マレーシアの会社で社員の医療費を負担する会社があるので、そのことについてお話ししたいと思います。日本の会社のマレーシア法人に出向として駐在員としていらっしゃる方、マレーシアで就職をする現地採用の方と、それぞれ異なるんですね。駐在の方の医療に関しては、ほとんど日本の会社から海外旅行保険っていうのをかけてマレーシアにいらっしゃる方がほとんどだと思います。私はマレーシアに来てから今年の3月末まで11年間日本人の駐在員の方のサポートをしてきたんですけれども、大体日本語が通じる病院とかクリニックを受診されている方が多いと思います。日本語がね、通じる医療機関っていうのが結構マレーシアにはあるので、そこを利用されているっていうのがほとんどだと思います。日本で海外旅行保険に入ってきた方はどうするかというと、保険会社によるかもしれないんですが、大体クリニックとか病院にその保険会社のフォームがありまして、それに記載をして受診。保険適用外の内容もあると思いますし、手続きとかに関しては会社によりけりかもしれないので、受診前にご確認ください。現地採用の場合でマレーシアで就職活動をして就職をしたので、私も現地採用でした。マレーシアに移住する前、日本で正社員として働いていたのですが、日本では会社で公的医療保険に入っていました。マレーシアの場合は、福利厚生っていうんでしょうかね。ベネフィットの一つとして医療費が出る会社があります。医療費どれだけ出すかっていうのは本当に会社によりけりで、例えば以前あったのがメディカルカードをもらえる会社もありましたし、年間の医療費上限があって、社員全員一律の会社、もしくは役職によって
年間の医療費の値段が変わったりとか、もうほんとそれぞれです。もう会社によりけりです。病院ではなくクリニックに行くことが多いと思うんですけど、パネルクリニックとか、どこのねクリニックでもいいですよっていう場合とか、もう本当にもう会社によりけりです。もう本当に違います。支払い方法もね、だいたい3パターンぐらいあると思います。1点目が立て替え払いして、で会社に後日請求してクレームするっていう場合が1点目。2点目が会社の指定のクリニックに行って、社員証を見せて受診するパターン。3点目が会社のアプリを携帯にダウンロードして、アプリからクリニック検索受診するっていう場合、3パターンあると思うんですね。1番目の立て替え払いに関しては、受診後お薬をもらって、で同時に支払いをするっていうのが一般的だと思います。2番の提携クリニックに行く場合と、あと3番目のアプリから予約して行く場合、上限が決められてる場合があります。1回の診断で50リンギットまでとか、1で100リンギットまでっていう会社で設定してる場合があります。50リンギットって設定されていて、で受診してお薬が多かった場合、80リンギットになっちゃったら30リンギット超過なので、30リンギットを先に現金で払って後でクレームする場合もあれば、もうその場でね長期がなければ支払いが不要な場合もあります。もう本当にケースバイケースなので、入社してからどういう風にするのかっていうのは確認された方がいいと思います。私すっごい心配性で、もし自分がね大きな病気になったらどうしようとか、何かあったらどうしようってもう不安なので、私はメディカル保険に入っています。日本とマレーシアの健康保険の違いについてなんですが、たくさんあると思うんですが、大きな違いっていうのは、日本の場合は怪我をして病院に行きます。入院しなくても診断して治療していただいた場合保険降りるじゃないですか。マレーシアは入院しないと保険が降りません。多分それすっごい大きい差だなと思います。もう全額 100% 自分の個人負担になってしまうので、多分クリニックにまず行くっていう流れになると思います。年に一度のマレーシアの確定申告で、メディカルインシュランスとか、生命保険、ライフインシュランスについては、所得税の控除の対象になります。なんか保険のセールスマンみたいですよね。私なんかもうちょっと勉強したら保険のセールスマンになれるかしら。日本とマレーシアの医療費の支払いと、あとお薬の受け取り方、ちょっと違いがあります。マレーシアのクリニックでは、受診後お薬を受け取ってで支払い、もしくはキャッシュレスの場合は、もうそのまま受け取ってクリニックを出るんですが、マレーシアの病院は受診終わって支払いをして、その病院の薬局ブースがあるんですが、そこから受け取ります。日本は、緊急外来の時時間外になるとマレーシアの病院と同じく支払いをしてから、近くのカウンターに行ってお薬を受け取ると思うんですけれども、大体緊急外来以外って外にある薬局屋さんに行かなきゃいけないっていうのがあるので、マレーシアってね、もうまとまってるなっていうイメージはあります。お薬の種類とかお薬の量によって値段は違うと思うんですけども、だいたいクリニックだと自費でも100とか120とかだと思います。相場としては3000円とか5000円、マックスで5000円ぐらい。ただ私立病院になるとじゃ高いですね。1万円とかポーンといっちゃいますね、きっと。もう本当にそれはよりけりです。で、日本とマレーシアでの病欠の取り方っていうのがちょっと違うので、今日お話ししたいと思います。日本で体調不良で休むとき、病欠って大体有給で取ると思うんですが、マレーシアでは有給休暇の他に病欠用のメディカルリーブというものがあります。有給休暇やメディカルリーブはマレーシアの労働法で最低扶養日数っていうのが定められています。メディカルリーブを取るには必要な書類があります。まず受診をして MC メディカルサティフィケートという医師の診断書をもらいます。 MC には名前、身分証明書の番号、あと病名、休みが必要な期間と日数、あとは医師のサインが書かれているものになります。この MC という診断書を提出しないとメディカルリーブの申請ができません。できないと、無給になるとか、有給を使うという形になります。有給は入社してから毎年数が増えていくんですが、メディカルリーブは毎年14日いただけました。大体14日だったと思います。マレーシアにはそういった、MC メディカル、メディカルリーブというのがあります。3点目、子供の医療費についてです。まず日本とマレーシアの違いについてお話ししたいと思います。
日本では健康保険を使って医療機関に受診した場合、医療費の一部とか、全額を助成されると思うんですけれども、マレーシアでは B です。我が家の子供たちに関しては、子供用のクリニック、チャイルドスペシャリストとか、あとはもう本当に夜中とか、クリニックが空いてない時間に関しては、緊急外来、病院の緊急外来に連れて行っています。チャイルドスペシャリストに関しては、受診するだけで、80リンギットとかすることがあるので、お薬の種類とかお薬の量が増えると、かなり高額になったりとかします。スペシャリストだと150、180とか。小児クリニックへ連れて行った場合は、治療やお薬の種類、量によって金額は異なりますが、診察料とお薬でだいたい100リンギットから120リンギットほど支払った記憶があります。我が家では義母に相談をしたり、市販のお薬で様子を見たりしています。マレーシアには胎児の時から入れる保険があったりとか、子供でも入れる保険もあるんですが、やっぱり入院しないと下りないです。はい、以上がマレーシアの医療についてでした。日本とマレーシアどちらが住みやすいのかすごくね気づかされることがあります。